Don't be sad, don't be lonely. Don't you know that I love you only? Just be mine. どうも、ケイスケです。今日のこのコーヒーの動画を撮影するのも、メインのカメラを使ってその裏側を撮影して、でプラスさらにね YouTube 用にその裏側を撮影するみたいな感じでいろんなカメラを使って撮影しました。で僕は本当に一眼カメラね、それこそ今使ったようなこういう一眼カメラも使うんですけども、それこそちっちゃいカメラ、オズモポケットしかり、あとはキヤノンのパワーショット V10 しかり、いろんな小さいカメラもたくさん持っています。で、しかもいろんな用途で使い分けています。今日の動画はそういう大きいカメラでも小さいカメラでもどんなカメラでも使える話、どんなちっちゃいカメラでもよりクリアでよりシャープに撮影するための方法をご紹介します。それこそ SNS とかね、いろんな写真見て、うわ、なんでこんなに美しく写るんやと思ってる人はぜひ今回の動画最後まで見ていただいて自分の撮影に活用していただけると嬉しいなと思います。早速行ってみましょう。はい、ということでいつもの場所にやってきました。今回はこういう小さいカメラでも大きいカメラでもどんなシーンでもシャープでクリアに撮影する方法の基礎知識をご紹介したいと思うんですけども、この知識を紹介するときに絶対に出てくる3要素があります。それが F 値、シャッタースピード、ISO、この3つですね。これあんまり知らない人もいるかもしれないんですけども、この3つの要素っていうのは写真や動画の明るさを決めます。明るさとか写真の出来栄えっていうのを決めます。でですね、これについて詳しくご紹介してると本当ね動画が死ぬほど長くなってしまうんで、昔に解説した動画っていうのを概要欄に貼っておきます。なんでそもそも F 値ってなんだとか、シャッタースピードってなんだっていうのがわからないっていう方はぜひねまずその動画を見ていただけると嬉しいなと思います。もちろん今回の動画でも簡易的にね説明はしていくんですけども、どうしてもね詳しく説明すると長くなっちゃうので、しっかりと学習したいって方はそっちのね動画を見ていただけると嬉しいなと思います。で、シャープでクリアな写真ってどういうものかっていうと、こういう感じの写真ですね。どうでしょう、結構クリアに写ってるんじゃないでしょうか。こういう写真を撮るための方法、要はこれってブレがなかったりとか、ピントがしっかりと合っていたりとか、解像感が良かったりとか、そういう要素が絡み合って写真ができています。ってことは、まず説明すべきはブレの部分ですね。当たり前なんですけど、何かを撮ろうと思った時っていうのは、基本的にはブレのない写真っていうのが、素晴らしいなと思うわけです。もちろん、ブレのある写真っていうのも表現方法としてはありです。ありなんですけども、ブレのない写真をちゃんと撮れるようになって、そのブレのない写真を撮った上で、このシーンっていうのはブレがあった方が表現方法が上がるなと思ってブレを足せるっていうのは、それはね写真としてめっちゃいいと思うんですけども、そうではなくたまたまブレてしまってなんかこれいいねって思うのっていうのはなかなかね自分の成長につながらなかったりするんで、あくまでブレなく写真を撮るための方法っていうのをまず自分の中にインプットして、その上で表現方法としてブレっていうのを扱うのがいいのかなと僕は思います。で、じゃあブレをなくすためにはどうしたらいいのかって話なんですけども、ブレには大きく2種類あります。一つは手ブレって話ですね。聞いたことあるでしょ、手ブレ。もう一つは被写体ブレって話です。これは手ブレをしていなくても中でね、要は撮影してる被写体、中に撮ろうとしてるものっていうのがブレてる状態、これを被写体ブレって言います。で、まずは手ブレをなくす方法、どんなカメラでも手ブレをなくす方法っていうのをご紹介したいんですけども、それはですねシャッタースピードですね。シャッタースピード自体はなんとなくどういうものかわかると思います。こうやってね速いシャッタースピードだったら、この瞬間に入ってくる光だけを捉えていて、例えば遅いシャッタースピードだったらこの時間分の光を取り込みますよね。シャッタースピードが遅い方が写真は明るくなるし、シャッタースピードが速いと写真は暗くなります。だけどその分光を取り込んでる時間が長いっていうことは、その間に被写体が動いちゃうとブレちゃう。最近だと iPhone とかスマートフォンでも暗いシーンで撮ろうとするとね、ナイトモードみたいな感じで動かさないでっていう風な、表示が出てきたりすると思うんですけども、その間に動かすと、ブレたりする。それがシャッタースピードと手ブレの関係かなって思うんですけども、なのである程度シャープに撮影するためにはシャッタースピードっていうのを上げなきゃいけないです。じゃあどのぐらい上げたらいいのかっていう話なんですけども、それはですねだいたいつけてるレンズの焦点距離分の1を目安にしていただいて、で望遠の場合、望遠で撮影するときには焦点距離 ×3 倍分の1ぐらいを目安にするといいのかなと思います。
例えば僕のここにある 2470mm ですね、このレンズを使う時には、だいたい 24mm で使う時っていうのは24分の1ぐらいが最低限のシャッタースピードとして設定してあげる。で、望遠に行くにつれてやっぱ手ブレってひどくなるんですよ。その分手ブレってすごい強くなってしまうんで、望遠に行くにつれてシャッタースピードを上げる比率っていうのを上げてあげた方がいいかなと思います。なので広角 24mm の場合は24分の1でもいいんですけども、70mm の時には100分の1とか125分の1あたりに上げてあげる。でさらに望遠になって 100mm とか 200mm になった時っていうのはだいたい3倍分の1なので、 200mm とかの望遠で使う時にはだいたい 200×3 倍分の1、600分の1っていうのを最低限のシャッタースピードにして撮影するようにしてます。これが手ブレをなくすまずファーストステップなのかなと思います。もちろんカメラによっては画素数の問題もあるし、手ブレ補正がしっかり効くカメラっていうのもあるので、そこまでシャッタースピードを上げる必要ないかもしれないんですけども、ここまで上げておくと大体手ブレしないよって指標が今のシャッタースピードです。でこれが手ブレの話なんで、例えば風景を撮るとかなんだろうな、静止したものを撮るっていう場合にはこのシャッタースピードで設定してあげればいいんですけども、そうではなく被写体ブレが発生してしまう場合、要は撮ろうとしているものが例えば鳥だったり車だったり動いてしまうものの場合は、もっとより一層シャッタースピードを上げなきゃいけないシーンっていうのがあるんですよね。で例えばこの写真とか見てほしいんですけど、これちょっとミスったなと思ったんですけど、これねパッと見別にブレてないんですけども、よく見ると被写体がちょっとブレてるんですよね。これはもう静止してると思って結構シャッタースピード下げちゃったんですけども、ここまで下げなくてもよかったなと。もう倍ぐらいのねシャッタースピードにしてあげたら、しっかりと被写体も止まって撮影ができたなと思う悔しいポイントです。例えばこの鳥の写真とかもそうですね、もっとシャッタースピードを上げてればしっかりと止まってたんですけども、首の部分がこんな感じでブレてしまうという感じで、被写体ブレは結構もったいないです。でこの被写体ブレどういう風に抑えるかっていうと、もうこれは場面によるというか、その場面の動いてる被写体のスピードに合わせるしかないんですよね。で目安としての話で言うと、普通にストリート街中で人を撮るとかそういう場合はあまりにも走ってなければ基本的には125分の1とか、マックス200分の1ぐらいで十分ね撮影ができるのかなと思います。もちろん焦点距離にもよるんですけども、普通に撮影してる分にはそのぐらいのシャッタースピードでも十分間に合うかなと思ってます。なんですけど鳥を撮影するとか、動物を撮影するとかそういう風になった場合はだいたい望遠レンズを使ってるし、より一層ね被写体もブレやすかったりするので、鳥を撮影する場合は1000分の1っていうのをもう最低限のシャッタースピードにして撮影するといいかなと思います。なんなら1000分の1とかにして、もっとすばしっこい鳥とかにはもう4000分の1とか、そのぐらいシャッタースピードを上げちゃわないとなかなかねピタッと被写体が止まったりしてくれないので、結構鳥とかはねもうシビアにシャッタースピードを上げていった方がいいかなと思います。っていう感じで手ブレと被写体ブレっていうのがなんとなく分かっていただいて、それを抑える方法も分かっていただいたかと思います。ここまでは理論の話で、じゃあ普段どういう風に設定してるのかちょっと豆知識もご紹介したいと思うんですけども、だいたい最近のカメラにはシャッタースピードの加減っていうのを設定できます。オートとかで撮影した時にシャッタースピードこれ以上下がらないようにするよっていう設定ができるんですよね。でだいたい僕は普段撮影する時にシャッタースピードの加減を125分の1に設定してます。このぐらいに設定しておくと、普段ね日常で撮影した時に基本的にブレることっていうのはめったにないです。もちろんね鳥を撮影するとか、望遠で撮影するとかそういうシーンではちゃんと改めてシャッタースピードっていうのを設定してあげなきゃいけないんですけども、普段例えばスナップで、広めのね焦点距離でレンズを使うよとか、そういう風な場合には基本的に125分の1もシャッタースピードがあれば十分です。なので日中僕が撮影するときにはだいたい A モードとかね、これは F 値だけを変えるモードなんですけども、他をオートで、そういう A モードっていうモードにして、シャッタースピードの加減を125分の1あたりにしてあげるとだいたい失敗もなく撮影ができるんで、そういう設定はかなりおすすめかなと思います。ぜひ参考にして使ってみてください。ケイスケの動画で僕の中では一番大事なのはブレの問題だと思ってて、やっぱりブレって後で直せないんですよね。写真をねせっかく撮ったとして、それを写真を編集しようとしてもブレてる写真っていうのをブレない状態に戻すことっていうのは難しいんですよ。逆にブレてない写真をちょっとブレた風に見せるのは全然できるので、そっちはできるんですけども、ブレてない写真をブレない状態に戻すのはできないと。なんで、ブレない写真っていうのをまず撮るのは結構大事かなと僕は思ってます。でプラスしてもう一つ直せない要素っていうのがピントですね。
これもピントが合っていない状態からピント合わせるっていうのは難しくて、ピントが合ってる状態をちょっとボケさすのはできますよね。なのでピントっていうのは合った状態で撮影するのがまずはベストだと思います。で、最近のカメラっていうのはだいたいオートフォーカスが入ってるんで、そんなにピントも気にしなくていいかもしれないんですけども、1個大事にしたいのはレンズの F 値の存在です。F 値っていうのはレンズによって、それぞれ決まってるんですけども、例えばこのレンズであれば F2.8 とここに書いてあるんですよね。なんで加減、レンズの F 値の加減が F2.8 っていう話です。で、このレンズの F 値っていうのは下がれば下がるほどより多く光を取り込めたりするので、明るい写真が撮れやすいし、なおかつボケのある写真っていうのが撮れます。ボケのある写真が撮れるってことは、反対に言うとピントの合ってる面っていうのが少ないんですよね。なので F 値の低いレンズっていうのはめちゃくちゃ魅力的には見れるんですけども、ピントの合ってる範囲っていうのが狭いので、それだけピントがずれやすいっていうことにもつながります。なので絶対ピントを合わせたいよとかいう場合は F 値をちょっとだけ上げてあげるのをお勧めします。例えば F2.8 のこのレンズであれば、だいたい F4 ぐらいですね。どのレンズもそうかどのレンズもだいたい F4 ぐらい上げてあげると、だいたいピントの合ってない状態っていうのを回避できたりします。最近はオートフォーカスすごいんでね。なのでもちろんボケの表現っていうのも大事なんですけども、より一層シャープネスが欲しい場面っていうのは F 値をちょっと上げてあげるのを意識してあげてください。で、ここで大体のカメラに搭載されてる、オートフォーカスのシステムの話をしたいと思うんですけども、大体どのカメラにもオートフォーカスでシングル AF、AFS ってやつですね。あとコンティニュアス AF、AFC ってやつが搭載されてます。大体この2つはほぼ搭載されてるんじゃないかなと思います。確かにニコンとかね、ちょっと名前が違ったかなと思うんですけども、大体この2つ。で、このオートフォーカスっていうのは、シャッターを半押しすると動作するものが多いです。シャッター半押ししたら、シャッターをグッと押し込むまでの間、オートフォーカスが効いてくれると。で、この AFS っていう状態の時は、シャッターを半押しにした状態でピント合わせて、その位置からシャッターを押し込むまでずれないというものになってます。例えば静止したものを撮るときとか、前に障害物があってその奥にピントを合わせたいときっていうのは、このね AFS っていうのを使います。シングル AF ですね。対してコンティニュアス AF っていうのは常に被写体を追ってくれるオートフォーカスのことを言います。半押ししてる間は被写体がどんなに動いていても、その被写体を基本的には追ってくれます。 AFS っていうのはもうピントを固定してある、その距離を固定してあるんで被写体は追ってくれないです。一回追ったらそれだけ。対してコンティニュアス AF、AFC っていうのはずっと被写体を追ってくれるんで、例えば運動会とかさっきの鳥とかそういう場面でも基本的には AFC を使うことをお勧めします。で、基本的にはピントを固定したいとき、あんまりブワブワ動かしたくないときっていうのは AFS を使って、動いてる被写体を撮りたい、その人を追ってたいよっていう場合はコンティニュアス AF、AFC っていうのを使います。ちょっとややこしいね。で、僕の場合どうしてるかっていうと、大体コンティニュアス AF で撮影してます。で、それに加えてもう AFS はあんまり使わずマニュアルフォーカスで撮影するってことが多いです。どういう風にしてるかっていうと、例えばこれでそのままピントを合わせて AFC でもピントを合わせました。この状態になってますっていうタイミングでもここにピントを固定したければ、このままレンズについてるスイッチでね、オートフォーカス、マニュアルフォーカスのスイッチっていうのが僕のレンズにはついてるんで、マニュアルフォーカスにしちゃってそのまま固定して撮影するってこともあります。これはね、人それぞれやり方があるんで、ぜひ自分のやりやすい方法っていうのを見つけてほしいんですけども、基本的には AF のシステムがこうなってると。で、もう一個注意点というか、気をつけてほしいポイントなんですけども、シャッターを切ったら拡大して確認するってことをぜひ心がけてほしいなと思います。撮影して、例えばポートレートでね、女性の方を撮って実際に撮影していいねいいねで終わってしまうんじゃなくて、実際撮影してちょっと確認しますって確認して、プレビューでしっかり拡大して目にピントが合ってるかとか、それを1回するだけで本当ね、写真の成功率が上がるんで、てかそれしないでね、本当にピントがずれてる写真が量産されてしまうっていうのをもう経験してるんで、ぜひいろいろ撮影した時には1回確認して、でちゃんとピントが合ってるかっていうのを拡大して確認するってことを意識してあげてください。これも結構大事。ケイスケの動画で、ここまでブレの話とピントの話、シャッタースピードと F 値の話っていうのをしてきたと思うんですけども、3要素でもう一つ残ってるのが ISO ですね。で、この ISO っていうのは上げれば上げるほど写真のね、明るさを担保できるんですけども、その代わりノイズっていうのが乗ってきます。暗いシーンでも ISO を上げると明るく撮れるんだけど、その代わりノイズが乗ってくるっていうね、ちょっとなんか厄介な存在なんですよね。じゃあどうしたらいいかっていう話なんですけども、基本的には最近はもう気にしなくていいです。もちろん下げて使う方がいいです。
下げて使う方がいいんですけども、さっき言った通りブレとかピントっていうのは後から直せないんですよね。対してノイズっていうのは結構後から処理できることが多いです。最近のライトルームっていうね、写真現像ソフト、一般的な写真現像ソフトありますけど、そういうライトルームでも AI ノイズ除去っていうね、のが出てきて、 AI でノイズを除去してくれる、綺麗になくしてくれるっていう機能ができたりしてます。なのである程度 ISO が上がってきたとしても、そんなに気にせず撮影しちゃってもいいかなっていうふうに僕は思います。それよりもブレとかピントっていうのがずれてると後からもうそれは直せなかったりするので、その直せないポイントっていうのは最低限担保した上で、ある程度 ISO っていうのは上げてもいいかなと思います。目安としてどのぐらい上げると気にならないかっていうのはカメラごとにあるので、それはね、ぜひ試してみてほしいなと思うんですけども、例えば僕のね、このカメラ α1 とかフルサイズ系のカメラ、こういうねセンサーが大きいカメラであれば、ある程度 ISO は上げてもいいかなと思っていて、6400とかそれとか12800ぐらいまではね上げたりしてます僕は。なのでもちろん理想としては下げる方がいいです。理想としては下げる方がいいんですけども、下げて真っ暗になっちゃうとかそういう風な感じであれば、ある程度適正な露出明るさにしておいて、ある程度 ISO が上がったとしても後で処理しようぜっていう気持ちで臨む方が僕はいいのかなと思ってるので、そこまで大きく気にしなくてもいいポイントかなと思います。でもう一つステップアップの話をすると、デュアルベース ISO っていうのが最近のカメラにはあります。こうね ISO って100ぐらいからだいたいスタートするんですけども、スタートしてバーって12800まで上がる中で、ある一定のところでノイズが減るみたいなカメラがあるんですよね。例えば100からスタートして、次800になった瞬間にこの ISO640 よりも800の方が全然綺麗に撮影できるみたいなっていうのがあります。その場合は100と800っていうのが、デュアル2つのベース ISO を持ってるよっていうのでデュアルベース ISO って言ったりするんですけども、これはちょっとね難しい話が入ってくるんで割愛します。またいつかねサブチャンとかでも紹介できればと思うんですけども、ぜひ気になる方は、そこまで調べてみてもいいのかなと思います。ケイスケの動画。はい、ということで、基本要素の話をしてきて、大体もう全部紹介し終わったかなってところではあるんですが、最後に一つだけレンズの話です。基本的に写真や動画の画質を決めるのはレンズです。例えば100万円のカメラに1万円のレンズをつけるのと、1万円のカメラに100万円のレンズをつけるっていう場合だったら、おそらく1万円のカメラに100万円のレンズつけた方が綺麗に映る可能性があります。ちょっとねこれは極端な例かもしれないんだけど、レンズの方が画質に直結しやすいです。じゃあ高いレンズ何がいいかっていうと、画質とか性能ですよね。であとは結構高いレンズって、コンパクトながら、コンパクトかどうかわかんないか、大きくてもコンパクトでも、F 値っていうのがかなり下げられるっていう特徴があったりします。それこそ、このレンズだったら F2.8 で 24mm から 70mm までいけて、かつ画質がもうどの 24mm でも 70mm でもめっちゃ綺麗みたいな感じだったりとか、あとはレンズって基本的にはこうね全体レンズ丸じゃないですか。レンズ丸があって真ん中はめっちゃ綺麗なんだけど、端っこの方に行くほどちょっとね解像感っていうのが悪くなります。なんでその高いレンズほど端っこの方まで綺麗に描写するよみたいなものがあったりします。じゃあある程度安いレンズでもどうやって画質を担保するんですかっていう話で言うと、 F 値を絞るって話になるんですよね。さっきはね F 値を上げるとピントの合ってる範囲が大きくなる、広くなるという話をしたと思うんですけども、もう一個レンズの F 値っていうのは F 値を上げれば上げるほど解像感っていうのが必ず上がります。必ず基本的に上がります。でもちろん上げすぎるのはねちょっとまた解説現象っていう謎の現象が起きてちょっと画質が低下しちゃうっていうものがあるんですけども、基本的に F 値っていうのは、5.6、8、11とか、そのぐらいがスイートスポットって言われていて、大体どのレンズも 5.6 とか8とかそのぐらいに上げるまではもう画質がどんどん上がっていきます。なので風景とか撮るときには結構 F 値を上げる人多いですよね。僕も風景パッて撮るときには大体 F 値を8とか11とか14とかそのぐらいまで上げたりします。これなんで画質が上がっていくかっていうと、F 値って別名絞りって言われたりするんですけども、 F 値ってこのねカメラの中にある絞りっていうのが動いてるその大きさの値みたいなもんなんですよね。F 値が低い状態だとこの絞りが大きい状態、絞りが広い状態ですね。で F 値っていうのを上げていくとどんどんこの穴っていうのは狭まってきます。つまりレンズのこう全体がある中で真ん中の一番美味しい部分、一番画質のいい部分だけを使えるって話なんですよね。なので F 値を基本的に上げていくと画質っていうのが相対的に上がっていきます。
で、結構性能のいい高いレンズだと、それこそ F1.4 とか F1.8 とかなのに全然綺麗みたいな、そういう話になってくるんですけども、ある程度、こう安いレンズでも画質を担保するのであれば、F4 とか F5.6 とか、そのぐらいまで上げてあげると、かなりね、綺麗に改造してくれますので、ぜひ画質を得たい時っていうのは、レンズせめて1段絞る。例えば F2.8 のレンズであれば F4 ぐらいに絞ってあげるとか、もっと画質がね、欲しいよっていう場合には F5.6 とか F8 とか絞ってあげると、綺麗に改造してくれますので、ぜひお試しあれ。ケイスケの動画。はい、ということで今回はどんなカメラでもどんなシーンでも、使えるような知識をご紹介してきました。今回のね、話っていうのは基礎知識です。でもなかなかね、難しい話っていうのは多分入ってくると思います。全部一気に覚えられることではないと思いますので、例えば最初のブレの話だったりとか、例えばピントの話とか、今回の動画の中で1個自分に活かせるポイントっていうのをぜひ活かしていただいて、これが自分の中に馴染んできたな、もう癖づいたなと思ったら次のステップとして、じゃあブレはもう気にしなくなったっていうか、気をつけれるようになったから、ピントの方に移ろう。ピントをもう少しシャープにできるように頑張ろうとか、そういう風な形でステップアップするといいのかなと思います。ということでさっきも言った通り、概要欄に F 値とか ISO とかその辺の話は、全部リンクを貼っておりますので、ぜひ参考にしていただいて、これからたくさんいい写真、いい動画を撮っていきましょう。ということで今回の動画この辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。またこういう話は写真動画好きのコミュニティ屋根裏でも結構ね詳しくやったりするので、ぜひ気になる方は入ってくれると嬉しいなと思います。って言っても結構遊ぶことが多いけどね。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。